どうもなんとかじゅうこです。よろしくお願いいたします。さて皆様、テンゾータップ使われていますでしょうか。何本かテンゾータップ推しの動画をね上げましたが、皆様そろそろテンゾータップ使われてなかった方も使ってですね、そろそろそのテンゾータップの能力というものに驚愕している頃かなと思いますが、テンゾータップだけでメネジを加工できるのかというとそうではない領域がありますよねということで、本日はテーパーネジと高高度材へのメネジ加工、この2本やっていきたいと思います。この2本を加工いたしますのは OSG のスレッドミルシリーズの AT1 と AT2 でやっていきたいと思います。こちらに SAS304 の穴開け済みの材料がございますので、こちらで加工していきたいと思います。テーパーネジといえばテーパータップを使えばいいやんということで、こちら用意いたしました RC2 分の1タップになっております。分かりにくいかもしれませんが、こことここの径が違い、テーパーにねテーパーになっているというタップでございます。普通のタップであれば切削範囲っていうのはここら辺でね、ここら辺で切削し終わって、こちらはねさらっていく程度の刃の役割分担となるんですが、テーパーネジは工具先端が細く工具根元が太くなっておりますので、最終的に刃が全部ベタ当たりするということで、非常にトルクのかかる加工となっております。いろいろと悩みどころの多いタップではございますが、こちらのタップ加工を実際にスピーディオで加工していきたいと思います。はい、そしてその後こちらの OSG-A ブランドの AT1、はい、こちらのスレッドミルで加工していきたいと思います。どんな違いがね見て取れるでしょうか。やっていきたいと思います。はい、ではねベンチマーク的な意味合いも込めまして、まずテーパータップを普通に、加工してみたいと思います。本来ね BT30 で RC2 分の1タップをやるなんてことはねやりませんですが、ブラザースピーディオ S1000 ハイトルク仕様でありますので、ギリいけるんじゃないかな。SAS304でもいけないかもしれません。そこら辺はちょっと分かりませんが、とりあえずねどんな加工なのかというところを、比較的台形だと思うんですが、比較的台形なテーパータップでタップ加工をやっていきたいと思います。こちらのタッピングスプレーでやりたいと思います。太さはご覧の通り私の親指ぐらいかなと思います。さあやっていきたいと思います。どれぐらいのトルクがかかるのかっていうのをね見たいということで、こちらに iPhone をセッティングいたしまして、主軸負荷の状況をねちょっとお伝えしたいなと思います。そちら注目していただければと思います。できることならばやりたくない加工ではございますが、やっていきたいと思います。さあいきますよ。わー、いやーこれやりたくない。はい、きました。負荷が伸びております。くーいきましたね。一応いきましたね。こういうことなんですよ。テーパータップっていうのは深くなればなるほど負荷が増大していきましたよね。これなんでかっていうと、テーパーであるがゆえに刃が全部素材にベタ当たりするんですね。これで RC2 分の1でいうとタップ深さ 25mm なんで 25mm 分ベタっと刃が当たるんで、非常に負荷が大きい。次はスレッドミルチェックしていきたいと思います。はい、というわけでこちらスレッドミルスタンバイしております。はい、非常に美しいコーティングの AT1、ワンパス加工可能ですという意味の AT1 の1となっております。はい、ちょっと見ていただくと分かります通り、少し違和感があると、ねじれ方向が普通のエンドミルと逆ねじれなんですが、回転方向は正転で、かつ送り方向も普通のダウンカットと、この逆のねじれによってエンドミルの根元の方から刃が当たるということで、倒れが非常に少なくなるということでワンパス加工が可能になったという工具とのことです。テーパーネジのスレッドミル加工のプログラム作成、実はちょっと難しいんですよね。径が変わっていく螺旋をプログラミングしないといけないということで非常に難しいんですが、 OSG さんそこら辺ですね、プログラム作成ソフトスレッドプロというですねソフトを公開しておりますので、そちらの方で作成しております。
加工をご覧になった後にね、ちょっとそこら辺の方を解説したいと思いますが、とりあえず加工を見ていただきたいなと思います。径補正を確認しておきたいと思います。こちらの工具径補正、これ工具径補正なんですが、ケースに 5.268 というですね、参照補正値がありますので、それをそのまま入れております。でこちらを入れておくことによって若干手前で加工が完了します。でここから補正値をちょっと追加して一発加工の補正値を探していくというところになります。加工したいと思います。まずね、スレッドミルダウンカットでやろうと思うと穴底まで移動する必要がありますね。これはネジの回転方向が決まっておりますのでね。はい。回転数 S1833、送り速度 F44 となっております。こちら、私設定しておりません。スレッドプロの方では型番を選択いたしますと、材質を選択いたしますと、自動で、条件が設定されたプログラムが出てきますので、お手軽にスレッドミル、しかもテーパー加工可能となっております。といった具合でちょっと喋ってる間に加工が終わりました。はい、ではゲージチェックしていきたいと思います。OSG さんのテーパーネジ用チェック R2 分の1となっております。 RC タップのねゲージとなっております。2段になってるじゃないですか。この下側の方のフラット面の間にこの単面が来れば OK みたいなゲージとなっております。はい、チェックしていきたいと思います。はい、フラット面がここで、ゲージの下の部分、下限値かな、下限値がここなんでまだ入っていないということで、径補正を追加して再度加工したいと思います。結構ね手前だったなという感じだったので、工具径補正100分の5ほどマイナスしたいと思います。はい、でプログラムはそのまま加工します。ではチェックしていきます。加減のゲージが OK になったところですね。もうちょっとねこのフラット面の真ん中ら辺に持っていきたいんで、同じく100分の5ぐらい追加したいと思います。加算、はい、再度加工します。非常にちょうどいいところで OK となりました。こちらの径補正のセッティングができたので、本当にワンパスで OK なネジができるのかチェックしていきたいと思います。はい、今回はこちらの携帯の方のね画像も見ていただきまして、加工負荷も見ていただきたいと思います。RC2 分の1タップで加工した場合は非常に主軸のマックスに近いところまでね、というか主軸のマックスまで使い切ったような感じだったと思いますが、加工しましたが、さあスレッドミルだとどうなるでしょうか。はい、こちらのまだ加工していない穴に今からワンパス加工をやっていきたいと思います。いきます。はい、主軸のねロードメーターほとんど上がっておりません。はい、ロードメーターは全然上がらないですね。径補正はね先ほど入力した 5.168 となっております。はい、加工終わりました。はい、ではチェックしていきたいと思います。
反対回ゲージチェック OK となっております。素晴らしい。若干あれですね、こっちでセッティングしたやつよりもこっちの方が手前となっております。100分の5で仕上げしたものに対してワンパスで加工しておりますので、ちょっとわずかに手前ではありますが、ネジゲージの合格ラインには余裕で入っているというところでワンパス加工できました。まずネジの種類を規定する必要がありますので RC テーパーネジを選択いたしまして、目ネジ右ネジはそのままで、ネジの予備こちらは任意のサイズに変更すると2分の1です。今回はするとピッチ14、これは14山という意味だと思います。ネジ縦長さや下穴系は自動で入っております。下穴系18で開けとけよっていうことだと思います。はい、使う工具を選びます。こちら、AT1、私が使うのは今回これですよということでこれを選びます。あとは次へ。そして被削材は SAS304 なんですが、SAS とありますのでこちら SAS を選びまして、もろもろの条件等々はそのままでいいかなと思います。次へ。そして CNC タイプは私の場合はブラザーですのでブラザーを選択いたしまして、もろもろ適合したものに変更いたしまして、そうですね、アブソかインクレかでいうとインクレの方がいいんじゃないのかなと私は思います。はい。これもね、状況に応じて変更してください。穴の中心座標どこやねんという話なんですが X80Y13 マイナス 13.5Z の高さは0ということで設定しております。そして工具番号も重要ですね。88番に使う番号に変えておくと、工具長オフセットも合わせて変える、工具系オフセットも重要です。変えておきますと。これで実行を押せば、プログラムがご覧の通り出力されます。なんですが私の場合パーセントが邪魔なのと、このトップのね何がしかの文字がエラー出ますので消します。そして G21 もエラーが出るので消します。最後のパーセントも消します。クーラントも入れておきたいというところでセンタースルークーラントのコード M494、M495 でセンタースルー停止と。でこれでコピーを押しますとクリップボードにコピーされましたので、いつも使っているデータ形式で保存していただければなと思います。はい、これでね、あとは保存したデータをいつも使っておられるですね USB なり転送ソフトなりを使ってですね、機械の方にデータを入れていただければ加工データの準備ができるということになっております。はい、ということでスレッドミル AT1 問題なくワンパス加工が SAS304 にテーパーネジが加工できたと。ちなみに今チェックいたしましたこのネジゲージも OSG さんの製品となっております。はい、ネジといえば OSG ということでタップ、スレッドミル、ゲージまで全て用意しておりますよということでさすがでございます。そしてタップに比べて負荷が低いというところだけがメリットではないということで、そちらをちょっと見ていきたいと思います。タップ加工を行いましたネジ穴、スレッドミル加工を行いましたネジ穴となっております。両方とも RC2 分の1のネジができているわけなんですが、パッと見で違いが見て取れるかなと思いますが、タップ加工の方が深いところまで加工していると、タップ先端がここの単面から素材単面から 25mm まで切り込んでおりますに対して、こちらスレッドミルの方は 15mm 程度、 14mm だったか 15mm 程度しか切り込んでおりませんというわけで、テーパータップにありがちなポケットからの小さい穴みたいな感じでタップが深く入れれないシチュエーションっていうのがあるんですね。そういった時にタップで加工する場合は、今回加工したタップではなく単ネジと呼ばれるですね、短いタップで加工しないとこのテーパーのゲージがいいところまで入らないというわけで、タップ深さに制限がある場合はタップを別の単ネジというものも用意しないといけないに対して、スレッドミルの場合は1本あれば十分できるとメリットがまずありますというのに加えてですね、こちらちょっと分かりづらいんですが後ほどねアップで撮りたいんですが、ストップマークという
テーパーの刃がベタ当たりしていることによってタップが止まった瞬間の刃先の跡が残ってしまうと。普通のタップだったら先端だけで切って残りさらっていくので、残りづらいんですが、テーパータップの場合は全部の深さに刃が止まった跡が出てしまうということで、拡大して見ていきたいと思います。分かりやすいところで言いますと、ここですね。ここにタップの先端の刃がピタッと止まった跡が出ているというところなんですが、今回使用しましたタップなんですが、スパイラルタップとなっておりますので、ストップマークうまく非常に散っておりましてですね、こういった流れでですね、ストップマーク散っておるのであんまり目立ちませんが、職場の場合ビタ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 っとねストップマークが出るんですが、スパイラルタップなのでうまく散ってちょっと目立ちにくい感じにはなっておりますが、よく見ますとそれぞれ段階的にこういった感じで入っていると。はい、テーパータップでやるにあたって絶対に出てしまう、ストップマークなんですが、テーパータップを用いる場面というのはですね、シール性というものを重要視しますので、あって困ることはないから長年テーパータップでやってはいるんですが、世の中はねやっているんですが、一応こういうのが出てますよということですね。ちなみにスレッドミルで加工しましたテーパータップなんですが、加工深さが非常に浅くても強分のネジが切れているという点に加えて、ネジが非常に品質がいいネジになっております。はい、ご覧の通り下手な突起などはございません。非常に品質の高いネジが加工することができます。はい、というわけで高高度材にネジ穴加工ができる AT2 のレビューを今からねやっていきたいと思うんですが、その前に一つお知らせがございます。先ほどテーパーネジで加工いたしました AT1 に加えて、今から加工いたします高高度材に対して下穴なしでネジ加工ができる AT2 のキャンペーンを、OSG さんやられているということで、5月10日まで1本購入すると1本プレゼントみたいな感じのですね、実質半額のキャンペーンやっておりますので、この機会にですねキャンペーンご利用してですね、スレッドミル使ったことない人はぜひ試していただきたいですし、スレッドミルをもうすでに使っているという方はですね、お得にスレッドミルを購入してみてはいかがでしょうか。というわけで AT2 で高高度材に直接ネジ切り加工をやっていきたいと思います。こちらのセンタリングバイス、実は非常に硬いということで、こちらに追加をしていきたいと思います。と言いますのも、はい、こちらにねセンタリングバイスございますが、こういった形でですね、非常にフラット面、ネジ穴も何もないフラット面なんですね。位置決めのなんかをこうつけたいなとかね、そういうのがねできないということで、ここにネジ穴加工をしてやっていきたいと思います。ほんまにこれ硬いんかいやっていう話なんですが、ぜひ見ていただきたいんですが、ヤスリでチェックなんで、どこまで正確かは分からないんですが、60前後はあるという非常に硬い材料となっております。はい、こちら今から加工で使います AT2 となっております。はい、こちらをセッティングいたしました。こちら AT2 なんですが、穴入り口から穴底に向かって加工していくにあたってダウンカットをしたいがために左派逆回転仕様となっておりますので、注意が必要となっております。はい、テーパーネジを加工するときは穴底から切り上がっていく形だったので、正回転でもダウンカットで加工できましたが、今回は穴加工とネジ加工を同時に行うため、穴入り口から穴底へ向かっていく都合でネジの回転方向に合わせて左派逆回転仕様でダウンカットで加工できるようになっております。はい、というわけで加工していきたいと思います。はい、というわけでご覧のようなセッティングで加工を今からやりたいと思います。推奨条件を見ましたところ、クーラントをねかけるのではなくてエアブローが推奨となっておりましたので、エアブローでやりたいなと思います。
カメラをね中に入れております。はい、ではプログラムはもうすでにスレッドプロで作成して機械の中に入っておりますので、今から加工していきたいと思います。スレッドプロでね作成しておりますので、M3 が入ることなく M4 で入っております。逆転の方でね入っております。さあここからシングル外しまして、正直言うとテーパータップをねやった時と同じぐらいの緊張感がありますね。 HRC60 ぐらいはあるはずなんでね、はい、やっていきたいと思います。シングル外しましていきます。ゴー。あれ、動いてるか。当たったか。今当たったな。削ってますね。あ、削ってますね。見た目ではわかるが音はほぼない。今ワーク原点で3ミリを通過しました。 Z3 ミリを通過しましたと。深さ9ミリ超えて 9.78 約10ミリ。どこまでいくねん。11。お、どこまでいくねん。はい、加工終わりました。どうやら加工はできたようです。ドキドキしましたけど、普通に加工は終わったようですね。入らないですね。入らない。はい、では軽補正追加しましてのチェックします。はい、100分の3追加で入りました。入りました。止まり。はい、止まり OK です。止まり OK です。はい。はい、ご覧の通りですね。M6 立ちました。正直な感想を言うと、拍子抜けするぐらい普通だったなみたいな感じですね。なんかもうちょっとキンキン言ったりとか火花が散ったりとかそういうのがあるのかなと思ったんですが、普通に加工できた。はい、というわけでいかがだったでしょうか。意外と普通にね高高度材ネジ立てできるんやなということでびっくりしました。高高度材のネジ立てといえば、焼きを入れる前にタップ加工してで焼き入れ出してでその結果高高度材にもネジが立っているというような方法が一般的だと思ってはいたんですが、もう時代は変わっておりますよと。高高度材になった後にネジ立てできますよというところで、非常に世の中のね進捗を感じざるを得ない状況となっております。皆様いかがでしょうか。例えばバイスの口金にネジを立てたりとか、自分のところで使う自工具の追加工にネジ立てができるようになりましたよというところですよね。で設計者さんに至ってはですね、例えばの話、焼き入れしたことによってネジが歪んでなんか入らんくなったみたいな経験があるという話をですね聞いたことがございますので、そういったところも焼き入れ後にネジを立てることによって、当然歪んでないネジ穴ができるということで、後戻り修正等々がなくて非常に設計の段階で取り入れておくと非常に優位かもみたいな
はい、情報となっているんじゃないでしょうか。はい、というわけで最後にもう一度お知らせをしておきたいと思います。今回ご紹介いたしましたスレッドミルキャンペーン中でございます。5月10日まで、はい、1本買うと1本プレゼントということで、実質半額でスレッドミル買うことができます。はい、1本目ね、やっぱなんか失敗して折るかもしれんっていう不安あるじゃないですか。結構高い工具やのに1本折ったらどうしようみたいなところあるじゃないですか。もう1本ありますよと、先進的な工具をトライしてみてですね、1本失敗したって別に大丈夫ですよと、もう1本ありますから半額で提供しておりますのでということで、皆様ぜひお試しいただければと思います。キャンペーン5月10日までとなっております。はい、というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。